ミルトンチャンネルです。今日は Amazon で同クラス最安値だった500ワットアワーのポータブルバッテリーをゲットしましたので、真冬の伊豆で電気だけで2泊3日の車中泊ができるか試してみました。そのゲットしたアイテムがこちら。今回は撮影の最中にトンガの津波警報が出て、深夜12時過ぎに南伊豆の避難所に車中泊場所を変更したりとハプニングもありましたが、節電や充電方法を工夫すれば小さいサイズのポータブルバッテリーでも快適に連泊できることが分かってかなり楽しかったです。西に進みます。800メートル道なりです。とにかく早くたまらん、手がかじかんじゃう。
具材もたくさん入って税込み429円なんでお買い得な感じです。1人前と書いてありましたか？ 1.5 人前ぐらいありそうな感じです。痛恨のミスしちゃいました。水入れちゃいけなかったんです。これスープ入ってます。これうわー、しくじりました。スープを救出します。せっかく綺麗に盛り付けたつもりだったのに。水が 20ml ぐらい入ってると思うんですけど、気にせずスープ入れちゃいたいと思います。中火まで上げてみます。これでおそらく 500W ぐらいなんでギリギリ使えるかなという感じだと思います。ただいまの時刻10時43分なんで、このまま煮込んでいきます。いただきます。たくさん食べれそうな感じの味ですね。すごくトリュフの香りが効いてて、パリパリ麺とキャベツの相性がめちゃくちゃいいです。やばい、吹きこぼれてる。いただきます。すごく美味しい。ちょうど20分ぐらいでできました。あと 44% 残っています。めちゃくちゃ美味しそうです。いただきます。若干水が入った分薄味かなっていう気もしないでもないんですけど、すごく美味しいです。キムチの出汁が効いてすごい温まります。せっかく買ったお寿司なんですが、このようにちょっと崩してしまったので盛り付けるのはやめときます。ごちそうさまでした。気温15度なんですけれども、このようにワークマンのルームブーツを履きました。これで980円はおすすめなコスパの高さです。朝8時2分、車内の気温は 7.6 度ですね。湿度 85%、かなり湿気てますね。ご覧のようにカーテンの部分はちょっとびしゃびしゃになっちゃってます。結露でこのような感じです。反対側も映してみます。アルミ蒸着シートを仕込んだシェードの方はこのように結露の感じがほとんどないですね。多少してはいますけど、こちらのカーテンの方に比べるとびしゃびしゃな上にこのように玉のような結露がしているんですけども、こちらのシェードはこのような結露をしないんで、冬場はこのアルミ蒸着をしているシェードの方が有利ですね。全然違います。
そしてこの2つの断熱の感じなんですけれども、こちらの方はやはりアルミ蒸着やこの発泡素材でほとんど外の冷気を感じないのに対し、こちらのカーテンは外からの冷気をかなり感じて、断熱という点でもこちらのシェードの方が軍配が上がる感じがあります。昨夜ちょっと寒いかもしれないと思って電気毛布 USB 式の電気毛布をつけて寝たんですけれども、朝方暑すぎたんで止めてしまいました。バッテリーは満充電あったんですけども、今2個ですね。数時間つけて2個ぐらいしか減ってないんで、このダイソーのモバイルバッテリーがあれば一晩ぐらい持ちそうな感じで使えそうです。めちゃめちゃ美味しそう。 27% なんで結構電力使ったかもしれません。いただきます。トルティーヤ軽く炙って正解でした。めちゃくちゃ美味しいです。ごちそうさまでした。これドライバー等で無理やり外さないと全然外れません。SAE ケーブルは脱着が本当に簡単です。13時半、1時間半弱経ちました。
44% 充電ができました。この充電速度は結構速い方だと思います。エーモンの電源プラグを購入しました。お値段は627円。これは 12V 120W 以下であればシガーソケットから電源を取ることができるようになっています。シガーソケット端子とケーブルがむき出しになっています。こちらの製品はこのシガーソケットの内部に 10A のミニ缶ヒューズが仕込まれています。毎日ショートさせてもこの中でヒューズが切れてくれるので安全にこの製品を使うことができます。このケーブルは白ライン入り黒コードをプラスに、黒いコードをマイナスに接続という風になっておりますので、これに従ってインバーターに接続していきます。今回接続するのは大橋産業 400W 制限波インバーター。この赤の部分がプラスでマイナスは黒の方になっております。電源プラグの白い方をプラス側に、そして黒い方をマイナス側に接続して締め上げていきます。本来であればこのような丸型端子をこの2箇所の部分に仕込んだ方が安全なのですが、今回は検証でちょっと時間もないのでそのままここに接続して締め上げる形で使っていきます。手で引っ張ったぐらいでは取れないような形で接続できました。自宅に戻って丸型端子を仕込みました。これによって配線を手軽にやることができるようになります。使う材料は熱収縮チューブ。今回は色分けをして配線ミスをなるべく防ぎやすいようにします。私のインバーターは 6mm のビス系のものがぴったり合うので R26 というものを購入しました。こちらの白い方には透明の熱収縮チューブ、こちらの黒いケーブルには黒い熱収縮チューブを仕込んでいきます。適当な大きさに熱収縮チューブをカットします。こちらの透明の方も適当な大きさにカットします。先に黒い方は黒い方にセットし、透明の方は白い方にセットします。そして丸型端子を設置して電光ペンチでかしめるだけです。はい、これで引っ張っても取れなくなりました。反対側の方も同様に取り付けていきます。はい、引っ張っても取れなくなりました。あらかじめ仕込んでいた熱収縮チューブをこのようにセットしまして、本当はドライヤーの方がいいようなんですけども、ライターで炙ります。はい、とても簡単なので施工も 1,2 分あれば終わります。本当はこの白い熱収縮チューブの方を赤の熱収縮チューブにしたかったんですけれども、ちょっと私の近くのホームセンターに赤の熱収縮チューブがなかったので白い熱収縮チューブで対応させていただきました。これをインバーターに接続していくんですけれども、白い方は赤のプラス端子に、黒い方はマイナス端子に。これで使用中にケーブルが外れたりする事故を防げるようになりますし、脱着も簡単ですので取り扱いが便利になります。津波注意報も午後には完全解除されたので、シガーソケットでの走行充電をする前に昨夜車中泊を始めた場所に行ってみました。シガーソケット端子をこの電源プラグでインバーターにつないで、このインバーターから、電源を取ってこのインプットの方に差し込みます。このインバーターの電源を入れます。充電開始され始めました。現在 89W で充電できています。これから少し距離がある温泉に行きますので 45% なんですけれども、どのぐらい充電されるかやってみたいと思います。
赤沢日帰り温泉に到着しました。気になる充電のパーセントですが 78% まで回復しました。このインバーターを使った充電は純正の充電器を使うとかなり充電が早いことが分かりました。44%。あちゃ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 熱っ熱っ。肝水を入れていきます。白カップを IH で沸かしたお湯なんですけど、この辺りまでしか熱くならないんで素手で持てるのがすごくいいです。おー、超美味しそう。いただきます。ささみも豆もいろんな野菜が入ってて体に良さそうで、ごまドレッシングが濃厚ですごく美味しいです。うまっ。これ超美味しいです肝水もいただきます。美味しい。なんかインスタントじゃないみたいな感じの味です。珍しいもの食べてるんで、なんか得した気分です。ごちそうさまでした。すごい美味しかったです。冬の高級魚祭りみたいな感じでした。この電気毛布は表地も裏地もフランネル素材でものすごく肌触りがいいんですが、折りたたむとこのように生地が厚手なだけにちょっとかさばってしまうのが難点かもしれません。よりコンパクトな車中泊を目指す方にはちょっと大きいかもしれません。
このセルタンのソファーマットですが、厚さが10センチあるので背中からの冷気は一切感じることはありませんでした。バッテリー残量は 44%。16% まで減りました。お湯が沸きました。残り 8% です。しらすチャーハンからいただいてみたいと思います。すごい焦げ目ができててすごい美味しそうです。塩加減もバッチリですね。味付け何もする必要ありませんでした。このごぼうサラダ調理済みのやつなんですけど、シャキシャキした食感です。すごく美味しいです。ごちそうさまでした。残り 8% でお湯を沸かしてスタバの抹茶ラテを飲みます。バッテリー残量が 3% になって点滅しだしました。お湯だけ沸いてくれるといいんですけど、頑張ってほしいところです。はい、沸きましたんで止めます。残り 1% を残して抹茶ラテ作ることができます。このスタバの抹茶ラテ結構粉の量が多いですね。よくかき混ぜないと多分粉が残っちゃうと思います。美味しい。このダイソーのステンレスの箸、分割式で組み立ても簡単で、このようにシリコンのゴムでひとまとめにできます。使い心地はとてもいいです。めちゃくちゃ汚れてましたね。こんなにゴミが出ちゃいました。綺麗になっていい感じです。こんな感じでコンパクトに収納できるのも気に入りました。このルームブーツ部屋のおかげで足元はすごくあったかったです。セリアのシートポケットのこの部分に入れて収納したいと思います。多少ワイパーに負担がかかりますが、このような形で乗せることもできます。昨日は大橋産業制限波 400W インバーターと エーモンの電源アダプターシガーソケットでここから充電してみましたが、実はこのビッグブルーのセルパワー500は純正のシガーソケットケーブルもありますので、これをつないでどのぐらいの発電効率があるのか検証してみます。このケーブルをシガーソケットにつないだら、あとはこの
インプットのところに挿すだけで OK です。純正ケーブルでの発電量は約 50W、 インバーターを使った充電は約 90W 出ていたので、約半分ぐらいの発電量になってしまいますが、このまま15分ほど走行充電してみます。15分運転してみたところ 4% から 8% まで回復しましたが、やはり純正のケーブルのみだと発電効率が落ちます。で、今はシガーソケット端子から充電してみたんですけれども、この純正の充電ポート以外にこのタイプ C の部分を使って充電できるようですので、これをこの USB の端子につないで充電できるか試してみます。タイプ C ケーブルで本体と車体をつなぎます。タイプ C ケーブル1本で発電量 10W、 ケーブルを2本挿すと約 15W 発電していました。これに純正付属のシガーソケットケーブルも接続してみました。発電量はケーブル3本で 56W 前後。この状態で約50分間運転して充電具合を検証します。約50分後、純正シガーソケットケーブルとタイプ C ケーブル2本で 33km の距離を約50分走行充電しました。バッテリー残量は 8% から 18% まで上昇。この充電方法でも悪くはないのですが、快適に連泊車中泊をするにはちょっと物足りない発電量です。今回は車中泊で快適に連泊できる充電方法を探りたいので、もう一つ充電方法を試します。充電方法はインバーターとタイプ C ケーブル2本の組み合わせ。車を改造せず手軽に充電したいので、この方法を試します。3本のケーブルで充電した発電量は約 105W。これから帰宅するまでの3時間の走行で 18% の電源の残量が何分で 100% 満充電になるか検証です。実はこの後、高速道路を走行中 100% 満充電になったため、撮影はできていなかったのですが、約2時間で充電完了していました。家での充電で最大何ワットで充電できるかも検証してみました。純正のインプットと USB Type-C のパワーデリバリー 60W のこの2本のケーブルをつないで、どのぐらい充電のワット数が出るかっていうのを確認してみたいと思います。USB Type-C パワーデリバリー部分の2つのポート、純正の付属品にはこの Type-C の充電器はついていなかったので、 Amazon で Type-C パワーデリバリー対応の充電器を買ってみました。内容物は充電器本体と取扱説明書のみ。 65W までの出力が1ポートできる形になっています。では実際にこのパワーデリバリー 60W のところから本当に 60W ぐらい出るのかっていうのを確認してみます。こちらはビッグブルー純正の付属品についていた Type-C の USB ケーブル。まずはこのケーブルを使って充電してみます。ぴったり 60W 出ました。ここに追加で純正のインプットのケーブルをつないで、どのぐらいの電力が充電されるか測ってみたいと思います。2つつなぐと今現在 150W 出ています。これはかなり急速な充電量です。ではもう一つ、同じくアンカーの製品なんですけれども、パワーデリバリー対応 30W USB-C 急速充電器、こちらを使って充電していきます。うまくいけば 30W ほど出ると思います。使うケーブルは先日ダイソーで発見した 60W、これはパワーデリバリータイプの充電ケーブルですので、充電速度が上がると思います。このダイソーの充電ケーブルは220円で売ってますので、かなりコスパがいい買い物だと思いました。 180W 出ました。 180W を超えると中のファンが回って冷却しながら充電するようになるみたいです。こちらのセルパワー500で電気毛布を使用した際の検証もやってみます。電気毛布の起動直後は60から 70W 消費します。気温 14.5 度、湿度 62% で朝まで6時間ほど使用してみます。実はこの電気毛布、羽毛布団と併用することで電熱線の温度が保たれ、起動時に 70W 近くあった消費電力が3から 4W に激減します。しかも映像のように消費電力が0から 5W を定期的に繰り返すようになります。この日は深夜2時から朝8時半まで6時間半使用しましたが、バッテリー残量 84% とかなり省エネに使えました。で、こちらの電気毛布の節電方法なんですけれども、
電気毛布単体でこのように使ってしまうと、電気毛布が保温されていないので頑張って電気毛布自体を温めようとしてしまいます。なので羽毛布団のようなものをこのようにかぶせてやると、先ほどのような形で3ですとか4ワットをずっと繰り返すような保温している状態をずっと繰り返してくれますので、そのような使い方で使っていただくのが一番暖かく節電しながら使えると思います。布団をかぶせずに使ってしまうと、このようにもうずっと60ワット程度を消費しますので、これは結構もったいないです。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。